8歳のレオは交通事故に遭い、緊急に RH- の血液を必要としていました。夫のデイビッドは素早く医師の方に向き直りました。RH- の人を知っています。今すぐ電話します。私は離婚届をデイビッドの胸に叩きつけました。彼女を呼んでもいい。でも、まずこれにサインして。彼は書類を握りつぶしました。スカーレット、正気なの？息子が命がけなのに、今そんなことをするの？私は彼の視線を受け止め、冷たい声で言いました。ええ。姑が飛び出してきて、私を殴ろうと手を振り上げました。この非情な女。本当に自分の息子を死なせようっていうの？私はただ微笑みました。それから ER のドアのところまで歩いて行きました。医師。すべての準備を中止してください。家族が輸血と手術の同意を拒否しました。医師と看護師たちは私たちを見つめ、動きが止まりました。ER の廊下の空気は重く、濃厚になり、医療機器の低い音だけがその静けさを破っていました。デイビッドは目を充血させ、私の顔を指さしました。スカーレット。もう一度言ってみろ。手術を止めてください、と言いました。私の声は低く、その静寂の中で不気味に明確でした。姑は我に返り、再び私に飛びかかろうとしました。デイビッドが彼女を捕らえ、腕で腰をしっかりと抱えました。彼女は私たちの間の空間を爪でかきむしりながら叫びました。この怪物。レオはまだあの中にいるのよ。あなた自身の血肉よ。どうしてそんなことが言えるの？私はただ彼女を見つめ、何も言いませんでした。デイビッドはもがく母を抱えながら私にうなるように言いました。一体何が望みなんだ？クロエを呼んだからってそんなことをするのか？俺たちの間には何もないんだ。彼女はたまたま RH- の血液型でお前にもう苦しんでほしくなかっただけだ。私が苦しむのを望まなかった？私は彼に問いかけました。デイビッド、あなた自身、それを信じているの？私の問いかけに彼は言葉を詰まらせ、顔を歪めました。今がその話をする時なのか？レオの命が一番大事なんだ。どんな不満だって手術の後、家に帰ってから話せばいいだろう。家？私は彼を見ました。デイビッド、私たちにはもう家はないわ。私は再び離婚届を差し出しました。サインして。もう血液バンクと数人のボランティアを手配してある。サインし次第、彼らはすぐに向かう。レオの手術に十分な血液が用意されるわ。姑は泣き止みました。彼女もデイビッドも私が狂っているかのように見つめました。離婚させるために息子の命さえ見捨てるのか？デイビッドは歯を食いしばり、一言一言噛み締めるように言いました。サインすれば血液は届くと言ったわ。私は引き下がりませんでした。他の患者の家族たちも集まり始め、私を指さして囁き合いました。あの女、どうかしているよ。なんて冷酷なんだ。そうだよ。動物だって子を守るのに。夫は彼女を気遣って献血させたくなかったのに、子供の命を使って離婚を迫るなんて。囁きと非難が私を襲いましたが、私は何も感じませんでした。デイビッドは私を見つめ、胸を波打たせていました。よかろう、スカーレット。お前は非情だな。彼は母を離し、私の手から書類とペンを奪い取り、数箇所に殴り書きのようにサインすると、その書類を私の胸に投げ返しました。満足か？これで息子を助けられるんだな。私は床から書類を拾い、彼のサインを確認してバッグにしまいました。それから近くにいた医師の方を向きました。
手術の準備を始めてください。血液はできるだけ早く届きます。そう言うと、私はくるりと向きを変えて立ち去りました。デイビッドが後ろから叫びました。どこへ行くんだ？レオの手術に立ち会わないのか？私は振り返りませんでした。彼の生死はもう私には関係ないわ。病院を出ると、一台の車が私の目の前で急停車しました。ドアが開き、白いドレスを着た女性が慌てて飛び出してきました。彼女の顔には焦りが刻まれていました。クロエでした。彼女は私を見て少し躊躇し、それから切迫した口調で尋ねました。スカーレット、レオはどう？デイビッドから電話があって、赤ちゃんに何かあったって。私は彼女、10年間もデイビッドの周りをうろついてきたこの女を見ました。死にはしないわ。私はその3文字を吐き捨てるように言い、彼女の脇を通り過ぎようとしました。クロエは私の手首をつかみ、目を赤くしていました。スカーレット、あなたはずっとデイビッドと私の関係を誤解してきたのは知ってる。でも今はレオが一番大事よ。デイビッドを責めないで。彼はただあなたのことが心配なだけなの。彼女の声は柔らかく、しかし周囲のすべての人に聞こえる絶妙な高さでした。一人の老婦人がすぐに私を叱責し始めました。なんて妻なんだ？彼女は道理を説いているのに、あなたはそんな暗い目で突っ立っている。自分の息子を見捨てるなんて良心はないのか？クロエはすぐにその女性に向き直り、哀願しました。お願い、そんなこと言わないで。スカーレットはただとても疲れているのよ。彼女が優しい人を演じれば演じるほど、私はより悪人に見えました。私は手を引き抜きました。触らないで。クロエはよろめき、涙を浮かべました。ごめんなさい、スカーレット、悪気はなかったの。ちょうどその時、デイビッドが病院から駆け出してきて、その状況を見るなり、すぐにクロエを自分の背後に押しやりました。彼は怒りに震えながら私を睨みつけました。スカーレット。もう十分に騒ぎを起こしただろう？クロエはレオを思う気持ちからここに来てくれたんだ。なぜ彼女に8つ当たりするんだ？姑も彼について出てきて、クロエを見ると、救世主を見つけたかのように、クロエの手を握りしめました。ああ、あなた、いい子ね、やっと来てくれた。レオに会っておくれよ、あの毒舌女は彼を見捨てたんだ。もうあなただけが頼りよ。クロエは姑を慰めながら、デイビッドに話しかけました。デイビッド、スカーレットを責めないで。彼女もきっと参っているだけよ。3人は一緒に立ち、愛し合う家族の絵を描いていました。そして私はいらない悪役、冷酷な部外者でした。私は彼らを見つめ、10年間の結婚生活が残酷な冗談に思えました。それ以上何も言わず、タクシーを呼んで立ち去りました。車が長い距離を走った後でも、バックミラーにはデイビッドがクロエを抱き、姑が涙を拭う姿がまだ見えていました。家に戻り、荷造りを始めました。この家は私のもので、結婚前に買い、私の名義になっています。10年間、私はこの家を家庭に変えてきましたが、結局、ここには私に属する温かみが少しもありませんでした。その夜、母から電話がありました。受話器を取ると、怒鳴り声が炸裂しました。スカーレット。気は確かか？レオがひどい交通事故に遭ったってのに、あなたは病院で彼の父親と離婚するなんて選択したの？あなたとあなたの父は本当に恥さらしだ。母さん、私。母さんと呼ばないで。そんな非情な娘はいないわ。母の声は甲高く響きました。デイビッドが全部話してくれた。あなたに献血させたくなかったのは、あなたを気遣っているからよ。レオを産んだとき、
あなたはほとんど失血死しそうだったし、それ以来ずっと体調が良くないじゃない。なんて恩知らずなんだ。私は電話を握りしめ、一言も発することができませんでした。今すぐ病院に行きなさい。デイビッドに謝って、レオに会いに行きなさい。まだ私を母だと思うなら行きなさい。電話は切れました。私は暗くなった電話の画面を見つめ、目に見えない手に心臓を握りつぶされるような感覚を覚えました。レオを産んだとき、私は本当に死にかけました。しかし、彼らは誰一人として、なぜ私がそれほどひどく出血したのかを知りませんでした。私は病院に行きませんでした。翌日、デイビッドが私の両親を連れて私の家に来ました。ドアを開けた瞬間、父の手が私の方を打ちました。この化け物。よくもそんな顔をしてここにいられるな。彼は怒りで震えていました。レオは昨夜高熱を出してママを呼んで泣いていたんだ。お前はどこにいた？石でできた心臓か？母は父を支えながら私に泣きながら言いました。スカーレット、お願いだから一緒に病院に行っておくれ。子供は罪はないんだ。デイビッドとの間に問題があっても子供に8つ当たりしてはいけないよ。デイビッドは彼らの後ろに立ち、苦痛に満ちた表情で私を見つめていました。ハニー、俺が悪かった。クロエに電話するべきじゃなかった。頼む、一緒に帰ってくれないか？レオはお前を必要としてるんだ。彼の演技はとても真に迫っており、私の両親でさえ彼を信じてしまいました。私はヒリヒリする方を抑え、3人を見つめました。話は終わり？父は呆然としました。なんという態度だ。終わったなら出て行って。休みたいから。私はドアを指さしました。父は再び手を挙げようとしましたが、母がしっかりと彼を引き止めました。デイビッドも前に出て私をかばいました。おじさん、怒らないでください。全部私のせいです。私がうまく処理できなくて、スカーレットを傷つけてしまいました。彼は振り返り、目を赤くして私を見つめました。ハニー、俺を殴っても、怒鳴りつけてもいい。だけど俺とレオを見捨てないでくれ。長年連れ添ってきたんだ。どうしてすべてを捨てられるんだ？彼は私の手を取ろうとしましたが、私は一歩下がって彼の触れるのを避けました。デイビッド、芝居はやめて。疲れないの？デイビッドの顔は一瞬硬直し、それからさらに大きな悲しみに変わりました。スカーレット、どうして君はこんな風になってしまったんだ？以前の君はこんなじゃなかった。君はレオをとても愛していて、彼に最高のものを与えるためなら何でもしたじゃないか。ええ。私はうなずきました。以前の私はかなり愚かでしたね。私の両親は私が道理を理解できないと見て完全に失望しました。母は涙を流しながら言いました。スカーレット、どうしてもこの離婚をするというなら、もう二度と私たちの家には来ないで。私たちはあなたのような娘はいなかったことにします。父はデイビッドを指さして宣言しました。今日からデイビッドが私たちの真の息子だ。私は彼らを見つめ、心に残っていた最後のぬくもりが消え去りました。結構よ。その一言で私の両親とデイビッドは凍りつきました。彼らはおそらく家族の絆で私を脅せば私が妥協すると考えていたのでしょう。過去10年間の毎回のように。残念ながら今回は彼らは間違っていました。彼らを見送った後、弁護士から電話がありました。スカーレット様、デイビッド側は裁判所の召喚状を受け取りました。しかし、彼はメディアにリークし、あなたがレオを虐待し、婚姻上の争いのために輸血を拒否し、彼を危篤状態に陥らせたと主張しています。
私はスマートフォンを開きました。ニュースはどこでも流れていました。我が息子を救わない。富裕層の妻の冷酷な嫉妬母性愛はどこに？心が痛む8歳児ママはもう僕を欲しがらない。コメント欄は怒りで燃えもっていました。私の写真、職場、自宅住所がすべて晒されていました。自称活動家のグループが私の会社の前に集まり、横断幕を掲げて私の解雇を要求していました。すぐに上司から電話があり、しばらく出社しないでほしいと言われました。その午後、クロエから電話がありました。彼女の声は優しく無邪気に聞こえました。スカーレット、デイビッドを責めないで。彼はただあなたに追い詰められただけなの。レオの具合が良くなくて、ママが必要なの。お願い戻ってきて彼に会ってくれない？あなたに何の資格があって私に電話するの？私は尋ねました。電話の向こうで数秒の沈黙がありました。私はレオの叔母だし、あなたの友人よ。友人？私は笑いました。クロエ、あなたにその資格があると思っているの？そう言うと、電話を切りました。間もなく、私のスマートフォンがクロエからの写真で震えました。そこには、レオがベッドに横たわり、クロエが彼の顔を優しく拭いている姿が映っていました。デイビッドと彼の母はすぐそばに立ち、優しく愛情に満ちた眼差しで二人を見つめていました。その光景は完璧な調和の絵を描き、眩しくて目が痛むほどでした。その下にはメッセージがありました。スカーレット、私たちみんながあなたが戻ってくるのを待っているわ。後半の日、法廷は満員でした。メディアの記者、社会活動家、そして私たちのいわゆる親戚や友人たちがいました。彼らはみんな、私が完全に打ちのめされるのを見に来ていたのです。デイビッドはレオとクロエを連れてきました。レオは車椅子に座り、顔は青白く、腕はまだギプスをしていました。私を見て、レオの目にはすぐに涙が浮かびました。ママ、パパと離婚しないで、お願い。全部レオが悪いんだ。レオも病気にならないから。彼はとても哀れに泣き、傍聴席から同情の短足が漏れました。姑は芝居がかったように泣き叫び、私を指さして罵りました。この厄介者。亭主と息子に呪いをもたらす女。私たち家族が何をしたっていうのをお前のような化け物を招くなんて。デイビッドはレオを抱き、悲劇的な良い夫そのものでした。スカーレット、今になってもまだそんなに頑固なのか？自分のことだけ考えて、レオの未来を本当に投げ捨てるつもりなのか？クロエは彼のそばに立ち、タイミングよくティッシュを差し出し、優しく慰めました。私は彼らの小さな家族の芝居を見つめ、無表情でした。デイビッドの弁護士が立ち上がり、私の失敗リストを読み上げ始めました。結婚記念日のプレゼントを忘れたことから、姑の誕生日に料理を作らなかったこと、レオの交通事故の際に故意に行動しなかったことまで。それぞれの点が私を自分勝手で冷酷な悪役として描き出しました。最後に弁護士は病院の報告書を提示しました。裁判官、被告の遅延により、原告の息子レオは脳低酸訴症を患いました。これにより永続的な神経学的損傷が生じる可能性があります。さらに、被告は子供に対して持続的な精神的虐待を行い、深刻な心理的被害を引き起こしました。私たちは養育権をデイビッド氏に全面的に与え、被告に100万ドルの精神的損害賠償を命じるよう要求します。裁判官は私を見つめ、判決を下すような重々しい表情を浮かべました。被告、原告の主張にどのように反論しますか？法廷のすべての目が私に注がれ、待ち構えていました。私は立ち上がりました。デイビッドではなく、証人席のクロエを見つめました。
クロエさんに一つ質問したいと思います。